2023年7月6日ですね。ベトジェットエアに乗ってベトナムのハノイ空港に来ました。ハノイ空港で乗り換えをして、あとね4時間くらい待って、でまたベトジェットエアでに乗ってインドのニューデリーに向かいます。でニューデリーに到着するのが多分ね夜中ぐらいなんですね。0時ぐらいなのかな、もうちょい前かな。それぐらいデリーに着いて、でそしたらまた、デリー空港で朝まで待って国内線に乗り継いで、で今度はラダックのレーっていう町までまた飛行機で向かいます。そこが僕の、今回の目的地ですね。インドの北インドラダック地方のレーっていう町ですね。でそのレーっていう町に着いたら、ちょっとねさすがに明日の朝かな、明日の朝到着するからもう超疲れてると思うんで、ちょっとね休憩して準備して、あとはちょっとバイクを探しに行ったりとか、ちょっとね天気がなんか見た感じ雨っぽいんですよね今。なんかねレーは本来そんな雨降らないはずなんですけど、なんか天気予報見たらここ1週間くらいずっとなんか雨マークついてて、なのでちょっとね着いてからちょっと考えます。はい、そんな感じですね。ちなみにちょっともう食べちゃったんですけど、お昼ご飯食べました。なんかサンドイッチですね。サンドイッチとコーヒー。ベトナムのコーヒー、なんかベトナムコーヒーってすごい甘いイメージがあるんですけど、これはね無糖ですね。砂糖なしって頼んだんで、今年の4月かな、4月にタイに行ったんですけど、タイに行った時は成田からどこだっけ、ホーチミンか、成田からホーチミン空港に飛んで、ホーチミンで乗り換えしてバンコクに行ったんですけど、今回はあれですね、成田からハノイで、ハノイからデリーですね、ニューデリーで、ニューデリーからさらに国内線に乗ってレーっていう空港に行きます。で今2023年の7月6日ですね。でベトナム時間が14時31分です。はい。で、14時31分、今はねこんな感じで、はい、カフェでランチをして、コーヒーを飲んでっていうところです。ちなみに今回も荷物はね、このあれですね、いつも僕がインドネパールに行ってる時と同じリュックですね。ちなみに今回北インドラダックに行くのは、2回目で、4年ぶりなんですね。4年ぶりの北インドラダックなんですけど、4年前も全く同じリュックで行きました。はい、もうこれめちゃめちゃ頑丈なんですよね。これあれなんですよ、小学校1年生の頃から実は使ってて、なんかね確かここら辺にね僕のフルネームがひらがなでどっかに書いてあったはずなんですけど、なんか消えてますね。はい。いやーこれ頼もしいです。なんだっけメーカー、モンベルだ。モンベルのだから20年もののリュックですね。もう20年以上使ってるリュックです。はいはい、そんな感じです。これ1個で、重さね測ってないんですけど、多分ね何キロだろう、8キロとか10キロいかないぐらいだと思うんですよね。今回ね飛行機乗るときにベトジェットエアーで来たんですけど、ベトジェットエアーは機内持ち込みがね7キロなんですよね。7キロで、大きさもこうなんかあるんですけど、あるじゃないですか、機内持ち込みの制限、手荷物制限。ただねなんかチェックインカウンターのところで何も言われなかったんで、なんかねそのままこれつけてくれて、なんか機内持ち込みでいいよみたいな言われたんで、預け荷物じゃなくてそのままこれを機内に入れて一緒に来ましたですね。はい。今回はですねレーっていうところに行くんですけど、ちょっと今からね天気を見てみようかな。レー、Wi-Fi 切れちゃった。いいや。
そう僕がこれから行く北インドラダックっていうところはあんまりね雨が降らないところなんですけど、天気予報見る限りなんかねここ最近なんか雨続きなんですよね。ここ1週間とかずっと雨で、ちょっと今 見たかったんですけど Wi-Fi が切れちゃって見れないですね、天気予報。まあいいや。でそうで今14時もうすぐ40分なんですけど、17時40分の飛行機で、またベトジェットエアなんですけど、飛行機に乗って、ニューデリーまで行って、フライト時間はね日本からハノイまで来るより短いんで多分4時間ぐらいなんですよね。成田からハノイまでが5時間ちょっとだったんですけど、ここからデリーまでまた4時間ちょっと飛行機に乗って、でそうすると、今日の夜中にデリーに着くんですけど、でデリー着いたら朝まで空港で待って、どこに行くかちょっと分かんないですけど、なんかね休みたいんですよね。ホテルとかラウンジとかあったらそこでちょっと休憩したいんですけど、朝まで待って、デリー空港で朝まで待って、そこでまた国内線に乗って、ラダックのレーっていう町まで行きます。はい、そんな感じですね。ちなみに今ハノイの気温は36度ですね。36度です。ベトジェットエアーに乗ってデリーへ向かいます。あれかな、どうだろう。ニューデリー空港に着きました。とりあえず腹ごしらえ。今時間がインド時間22時3分で、まさかの空港の Wi-Fi が使えないですね。なんかログインできない。で一応 SIM をね、すぐそこにエアテルっていうお店があるんですけど、あそこで SIM カードを買って、買ったんですけど、使えるようになるまでなんか2時間ぐらいかかるって言われたんで、あと、1時間半くらいですかね、電波が使えるようになるまで。ちょっと時間があるんで、次のフライトが朝の6時過ぎなので、だいぶ暇っすね。寝たいな。始発待ちみたいな感じですね。僕は飛行機を待っております。いや去年もこんなことをしてた気がするな。南インドチェンマイ空港で、今年はデリーですね。インディラ・ガンディ国際空港かな。いやホテル行っとけよかったな。到着したのがね10時前とか10時くらいだったんで、さっさとなんか SIM カード買ってホテル行けばよかった。めちゃくちゃ眠い。ちょっとね寝てないです、さすがに。皆さんは寝てるけど僕は寝てないです。飛行機で寝ようかと思うんですけど、飛行機のそのフライト時間が1時間半ぐらいなんであんまり寝れないな。とりあえず飛行機でラダック地方のレーっていう町に、これから行くんですけど、朝になったらレーに行って宿を探してちょっと一眠りしようかな。ちなみに宿は4年前にも泊まったジュレーゲストハウスっていうところにもう一回行ってみようと思ってて、ちょっとね場所はあんまり覚えてないんだけど、ジュレーゲストハウスに行ってみて、部屋が空いてたらそこに泊まろうと思っております。
レイ空港に着きました。8時27分。なんか日本人とか中国人とか香港人はなんか韓国人かはなんか PCR 検査をやらなきゃいけないらしくて PCR をやられましたね。なんかもし陽性だったら明日連絡行くみたいな言われましたけど、すごい今更感が。ここからその中心地まで多分歩いて5キロぐらいなんで、ちょっと歩いて、天気もいいし4年ぶりに来たからちょっと歩いていくか。あとね、ここは標高がもうすでに3800メートルぐらいあるんですよね。飛行機でね、今日デリーから1時間半ぐらいで来たから、もう急にいきなり標高3800メートルって感じ。確かにちょっと息上がる感じするわ。丸1日ぐらい本当にほぼ寝てないので、さっき飛行機でこう窓から外を撮影しながらなんかこう、寝かけてたんですけど、眠い。とりあえずまだ朝なんで宿を探して。What does it mean? Like a professional. Job? Yeah. I'm making movie and なんて言ったんだ。I'm like a marketing consultant. Do you know? Okay. Web marketing. Web marketing. Yeah. なんか今道端でなんか話しかけられた男の人がなんか同じくソロトラベラーのインド人で、なんかジャムっていう場所、まあ心の近くから来たらしいんですけど、なんか一緒に旅しようぜみたいに言われて、まあちょっとそれは保留にするけど、まあ彼はなんか学校の先生らしいね。6日間ぐらいラダックを旅するって言ってた。日陰で休憩。飛行機から降りた時は結構肌寒いなって思ったんだけど、歩くと普通に暑い。半袖になった。なんかね、4年前にラダック、レイに来た時も空港から街まで歩いたんですよね。街というか空港からそのレイのメインマーケットですね、前も歩いたんですけど、ここね多分通ったんだよな。なんとなくなんか覚えてる気がする。この裏道、多分ここまっすぐ行くとメインマーケットに着くと思う。ちょっとね息が上がるね、歩くと。さっきあったインド人のソロツーリストも息が上がるって言ってたね。日差しが強いな。標高も高いからっていうのもあると思うけど、ちょっと今ねメガネしてるんですよね。普段旅するときはいつもコンタクトして、もう外行くときはもう大抵サングラスしてるんだけど、ちょっと早くサングラスしたいな。結構歩いたわ。そろそろ休まないとなんか高山病になりそうな気がする。あと水をたくさん飲まないとね。今日の宿108号室、ちょっと疲れすぎて、ホテル名、宿名をちょっとまだ覚えてないんですけど、とりあえずもう一番最初になんか声かけてくれたお母さんの
ゲストハウスに泊まることにしました。広い。ちょっとここで本当にのんびりして、のんびりしてからちょっと街に出て、地図を買ったり、バイクの、レンタルのね、こととか、この後どうするかっていうのを考えていこうと思います。はい。ちなみに、ここはね、宿泊代は、素泊まり1000ルピーですね。素泊まり。はい。で、夕飯と朝食をもしここで食べるっていうのであれば1500ルピーって言ってました。広い。で、ウェルカムティーをもらいました。なんかサンドイッチももらった。広い。いや、綺麗だ。いやー、めちゃめちゃ疲れた。今日僕が泊まるパークフィールドゲストハウス。綺麗ですね。僕の部屋ね、あそこなんですよね。出っ張ってるとこの2階。すぐ目の前でずっと工事してます。ちょっと今からマーケットの方に懐かしの通りでバイクを探してる。前は確かね、ここで借りたんだよな、この角。確かだったはず。ちょっと聞いてみようかな。Yeah. Yeah. Remember? 前借りたお店で Oh, バイクを借りました。前もあった。ジュレ友達。前も多分この地図を見たんだよね。そう。とりあえず、今ここにいて、バイクを今確保したんで、明日、から、こんな感じで、こっちか。ラマユル、パドゥン。Yeah. It is final destination. Yeah, from Padum, you can stay here, and next day Padum to go to Cha. チャ Stop your bike here ー。and walk 2 hours from Cha to Phuktal Monastery. Very Oh, beautiful. monastery. Yes, very beautiful ancient フクタル monastery. モナストリー。Yes. ああ、OK。 Then back 2 hours by walking to Cha. Then from Cha, drive to Padum, and Padum then back to Leh. おー、なるほど。すごい。すごい。Thank you. Leh. Yeah. أشهد أن لا إله إلا الله. とりあえずお金も下ろしてバイクも、レンタルしてとりあえずやること終わったんで飯でも食いに行くか。はい、今20時55分です。もう夕飯食べて、さっきチベット料理屋でチキンモモとあとチキントゥクパタントゥクっていうのを食べて、食べました。で、さっきからねずっと頭痛いんですよね。結構前からかな。なんか今結構ひどい。今結構痛い頭。ラダックっていうこの今僕がいるレイっていう場所は標高が3800メートルぐらいなのかな。3800メートルぐらいなんで、富士山ぐらいの標高なんですよね。そこにいきなり来たんで今日。今日の朝、デリーからね、こうもう、なんですかね、高度順応とかそんなのせずにいきなりレイに来たので、高山病っすね。高山病の、なんですか、初期症状みたいな感じ。はい。ただね、こうなるのをちょっと予想してて、去年、ネパールのアンナプルナサーキット歩いた時に、持ってった
高山病の薬がね、かなり余ってたんで、それ持ってきたんですよね。うん。だからさっき飲みました、薬。ね、頭が痛いので、こんな感じで、ちょっとだらっとした感じで、ちょっと失礼するんですけど、うん、明日、まあ、今日ね、バイクを手配しました。4年前に、まあ、ここラダックに来て、バイクをレンタルして、まあ、旅してたんですけど、その時に借りたお店と同じお店でバイクをレンタルしました。同じ人いましたね。2人今日なんかスタッフさんいましたけど、まあ4人いたかな。なんかまあメインの方が2人いて、まあ、その2人は4年前にも会った人だったな。うん。はい。だから僕がその YouTube にアップしてる再生リストで、なんだっけな、北インドラダックバイク旅っていう再生リストがあるんですけど、まあ、それの1話目にその方登場してます。はい。でそれを今日ね、4年前にこれ作ったんですよみたいな感じで見せたら、すごい喜んでました。はい。で、まあ、バイクはね、今日はね、ちょっとその借りたバイクというか、借りるバイク撮影しなかったんですけど、4年前はアベンジャー200っていう 200cc かな ?250 だっけあれ220cc だ。アベンジャー220っていう 220cc のバイクを借りて、まあ、それでいろいろ行ったんですけど、今回は、なんだっけ、ロイヤルエンフィールドのヒマラヤンっていう、確かヒマラヤンだったかなっていうバイクですね。350cc。はい。まあ僕としてはね、なんだっけな、アベンジャーを借りるつもりだったんですよ。まあなんか、まあ4年前も乗ったことあったし、なんかね、いい感じなんですよね。車体の大きさ。軽いし。うん。そう。だから、アベンジャーをね、貸してくれっていうことで最初言ったんですけど、なんかね、なんかアベンジャーよりこっちの方がいいよみたいな、めちゃめちゃ言われて、いや、絶対ロイヤルエンフィールドの350の方がいいよって言われて、で、まあなんか値段もね、下げてくれたんですよ。まあ下げたのかどうかわかんないですけど、はい。だから結局、その、ロイヤルエンフィールドの 350cc を、1日900ルピーで、借りることにしました。とりあえず10日間、10日間レンタルするっていうことを言って、まあ、なんかね、10日以上日数が伸びたとしても別に後で払ってくれればいいらしいんで、うん。そんな感じで、はい。で、まあ、どこに行くかっていうことなんですけど、まあ、ちょっと見づらいと思うんですけど、ですね、ザンスカールっていうエリアまで、まあ、とりあえず行きますね。うん。まあ、今ここに、まあ多分見えないと思うんですけど、レーっていう町に今います。はい。で、まあ、4年前はね、ここの、僕のね、今親指の先にある木って書いてあるんですけど、まあ、アルチ村っていうね、まあ、マプラとアルキって書いてあるんですけど、アルチ村っていう村があって、まあ、4年前はここに一泊しましたね。で、あともう少し先、ここら辺かなラマユルっていう村が多分あって、そこでも一泊しましたね。うん。なので、まあ、今回もね、同じ道を、途中まで同じ道行くんですけど、そこからね、こういう風に行って、ここのザンスカールっていうエリア、まあ、パダムっていう村があるので、そこまで行って、で、まあ、ここからちょっとなんか、ミニトレッキングみたいなこともできるらしいんで、まあ、そんな感じで考えてますね。はい。で、まあ、レイからそのパダムまでは289キロですね。289キロ。往復、560キロぐらいですか。あれそうっすよね。570キロぐらいですね。うん。はい。なので、まあ、一応予定としてはというか、まあ5泊ぐらいして、また5泊ぐらいして帰るって感じなのかなわかんない。4泊ぐらいで行って、まあ4泊ぐらいで帰ってもいいし、ちょっとそれはね、行ってみないとわかんないですけど。で、まあ4年前の感じだと、ここのラマユルまでは1日で行けるんで、まあ1日でここら辺まで行って、うん。まあここから先はちょっとよくわかんないですけど、道は。うん。そんな感じですね。はい。ちょっと頭痛いんで、頭痛いのとね、寝不足がかなりひどいんで、まあ、今日はこれで寝ます。おやすみなさい。